皆さんこんにちは。リジェクトロートジルの時々でございます。本日は5月29日から行われていた第6期トパンガチャンピオンシップのビギニングステージが終了しましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。まずは大会概要についておさらいしていきましょう。トパンガチャンピオンシップ本戦はビギニングステージ、アドバンストステージ、オフライン決勝の3段階に分かれておりまして、先日行われたビギニングステージは9人の総当たりリーグをレッドディビジョン、ブルーディビジョンで行い、それぞれの上位3名と両ディビジョンの4位同士による決定戦の勝者がアドバンストステージに上がるというルールでした。そして、私、トキドはレッドディビジョンにてこちら8名と激闘を繰り広げてまいりましたので、各試合について振り返っていきましょう。というわけでですね、まず私の、レッドディビジョン第1試合は、サコさんの秋でした。最近ですね、リジェクト部屋には非常に心強い秋使いがたくさん来てくれますので、すごいいい練習はさせてもらっておりますし、コンバージョン、動画が出ることには全バージョンとなっていることでしょうが、コンバージョンでの剣書きっていうのは、剣が結構いけるだろうなという組み合わせなので、いけましたね。サコさんの秋ね、立ち回りが結構特殊というか、ガンガン来るっていうよりは遠距離で弱ムチを縦に隙を伺ってくる、結構待ちタイプだったんで、こっちもねちょっと攻めあぐねて困ったんだけど、いいところで飛びが噛み合ったっていうのが勝ちにつながったポイントだと思います。飛んだらたまたま弱ムチ打ってたんだよね。それがすごい大きかったなと思います。で、サコさんには3対1で勝利することができました。そして続いて立川のマノンでしたね。で、こちら立川マノンはですね、僕ねリジェクトのオフィスから参加させてもらってるんですけど、当日ジョニーがね、いぶし銀に移籍した男ジョニーに来てもらって、マノン戦をいろいろ教えてもらったんです。マノン使いからすればちょっと基本的なところかもしれないんだけど、僕の抜けてた知識とかをすごい教えてくれて、心強かったっすね。弱のデガジェっていうスライディングっぽいくるくる回りながらこっちにダウンを奪ってくる2段技あるんですよ。弱のデガジェの後前ダッシュ、マノンが前ダッシュしてきたら5分なんで、基本的にはコパンを打ち返しておくとそんなに悪いこと起きませんよっていうのを教えてもらってて、そのシーンが多分ね2回ぐらい立川戦でもあったんじゃないかな。そういう細かいところが効いたのかなと思います。マノンに対しては剣は結構いけるんじゃないかなと思ってやることができたので、良かったです。こちら、3-0 で勝利させていただきました。これで 2-0 ですね。そして、1日目の最終戦、リゼクトでもね去年一緒に戦い抜いた鳥飯ダルシムとなります。ダルシム剣といえば剣がねかなり有利っていうことで、僕も有利だと思ってるんですけど、鳥飯さんはね、僕のイメージしてるダルシム戦、端でゴリゴリ行って倒すっていうのがちょっと通用しにくい相手だったんだよなとは思ってたんですよ。それってなんでだろうなっていう風に思ったら、鳥飯さんね陣内の後の打ち返しがうまいんですわ。今回戦って改めて大会で戦って改めて分かった。鳥飯さんを端に追い込んでもあんまりダメージを取りきれてない。で、今回もそれが顕著に出たなと思ってて、端にはね割と追い込んでたと思うんだけど、ちょっと離れちゃった時のこっちの大パン陣内構成っていうのに対して適切な打ち返し、読みも入るんだけど、ダルシムが不利な読み合いだと思うんだけど、そこをね結構的確にいいチョイスをしてたなと思います。で、そこでなかなかダメージが取れなくて攻めあぐねて、で強引に近づったところにテイクドリルからのリターンを取ってくるっていうね、こっちのラッシュしゃがみ中パンから、ガードさせた時に投げるっていうのは非常に、強い選択肢でプラス4になりますので、そこからの投げがね非常にスムーズに決まるんですよ。普通のキャラには
ほとんどリスクがない行動になるんですけど、ダルシムに対しては、そのしゃがみ中パンの後の絶妙なギリギリの投げ前の距離なんで、逆に相手がジャンプしてドリルを打ってきた際に、いい位置でドリルが当たってパニカンしてコンボに行かれてしまうと。でそれね、僕踏まえてて、だったらもう、ちょっとフレーム悪いけど、しゃがみ中パンがされた後に歩いて投げちゃおうっていう風に思ってたんですよ、事前には。でもね、やっぱ立ち回りでうまくいってなかったからか、それできなかったんだよね。その場から投げちゃって、案の定ドリル来て、やっちまった、こういうこともあるんだなっていう風に。それがなんか印象的でしたね。でもあれやっぱり鳥メスさんの立ち回りだとか、まあその画面端での、粘りがすごくて引き起こされたミスだなと思います。こっちもね、もうちょっと精神力鍛えて、まあせめて試合前にちゃんと決めたことは実行できるようになりたいなと思いました。強かった。で、これで、鳥メスさんには 1-3 で敗北となりまして、これで初日のスコア 2-1 で終えたわけですね。そして次の日に臨むわけであります。で、初戦の樋口戦だったんですが、これはね、実は結構自信があったんですよ。ACL っていう上海でやった樋口戦を経て、さらに、まあリジェクト部屋でも結構フードとかとガイル戦どうしようっていうのは話し合ってて、画面端ガイル追い詰めた後の相手のバンストに D リバ構成っていうのをフードから教わって、で、まあ、修二君とか大黒に今回付き合って対戦してもらったんだけど、まあ、結構ね、感じ多くてですね、今まで、剣で全キャラ俺いけると思ってるんですけど、中でもちょっと嫌だなと思ったのが、まあ、ザンギとガイルだったんですよ。でも、これのおかげで、まあ、ガイルは結構いけるだろうなっていう風に思えてて、よし、樋口やったりますわっていう気持ちだったの。やる前は。でも樋口うまかったね。これね、何だったんだろうな。でもね、1試合目から焦ってたんだよね、正直。多分新しいことを、まあ D リバとか、あとはね、細かいパリのポイントとかを今回ちょっと増やしてて、それをまあどっかで狙おうと思っちゃったあまり、多分ね、あたふたしてしまったっていうのが結構一個ありそうだよね。で、そのあたふたが出たのが、1試合目僕ね、確か有利だったと思うんですよ。リードしてて、で、SA3 を使おうか使わないか迷ってた時に、使っちゃったんだよね。その使い方自体はそんなに悪くはなかったと思うんだけど、普段だったら結構残してんだろうなっていうところで、なんかやっぱ樋口の存在感もあり使わさせられてしまったというのが、なんかちょっと印象的だったかな。いやー、でもまあ、そこから完封させられましたね。またちょっと精進積んどきます。樋口戦は、0-3 で手痛い敗退と、なりました。そして続きまして、双子弟との試合となります。双子弟の動画とかを結構見てたんですが、まあ結構そのバランスがいいので、正直あんまりその弱点らしい弱点はないかなと思ったんだけど、中足ラッシュの後に攻めがバックステップを狩る選択肢があんまりないのかなと思ってて、でそれが序盤は確かに、うまくいってたんだけど、この3先になって双子弟も途中でちゃんと切り替えてきてて、まあまあ難易度の高い中足ラッシュコパンガードの後の立ち中パンターゲットコンボをヒット確認して打ってくるっていうのにちゃんと切り替えてきてて、あ、これはやりますなと途中思わさせられましたね。で、そのラッシュの後の中パンターゲットコンボが、まあ、2回連続ぐらいで決められて、この圧があったせいで、本当の最終ラウンドで、結構ね、その中足ラッシュの後、こっちも動きが止まってしまったっていうね。まあ、その試合ね、最後なんとか取れたんだけど、非常に圧力をかけられまして、まあ、いいプレーするなと思いました。まあ、試合自体は 3-1 で勝利となりまして、2日目の最終戦、梅原戦となります。いや、これはね、まあ普段からかなり、オフでも対戦してもらってる組み合わせなんですけど、まあ多分、お互い、
まあ5分ぐらいだろうなと思ってたと思います。の試合の成績はまあ、勝ったり負けたりなんで。で、まあ梅原さんが僕を走りのしめた時にインパクトを結構使ってくるっていうのも、これもの試合の通りなんだよね。梅原さんとの試合は、まあやっぱり最後のシーンかな。粉塵中段 SA3 とか当てて、なんとかうまくまくったりもして、2-2のフルセットまで持ち込めたんだけど、最後の最後ね、お互い体力少なくなってきて、なんとかこっちにチャンスの目が見えてきて、で、梅原さんバーンアウトして、あ、これうまくすれば削りも見えるんじゃないかなっていうので、まあ、波動拳を何回か、削ることに成功して、あと触ったらもういけんだろっていう風になって、中足ガードさせることができて、で、まあ、いつものお決まりの、OD 陣来、中段が連続ガードにバーンアウト中はなって、削り、そこそこあって、そこから CA っていうね、削りルートを選んだんですが、まさかゲージがたまんないとは。あれはね、思わなかったよね。で、後で検証してくれた方々によると、あそこリーサルはあったんですが、やっぱこっちもバーンアウトするの怖かったんで、ラッシュに行くの、ちょっと怖かったんですよね。ワンチャン最後陣内まで、OD 陣内まで打っといて削りきれなそうだったら止めるっていう選択肢も一応残したいと思っちゃったんだよね。なので、あのルートになってしまい、ゲージが3本たまらずに、梅波動に最後引っかかって、敗北という形となってしまいましたね。これは取りたかったな、正直。いやー。まあそんなわけで、2-3で、敗北になりまして、スコアは 3-3。もう崖っぷち待ったなしで、ございますという感じで2日目を終えました。3日目に入る前にですね、6月の5日に、調整が来るもんだと思ってたら、なんとですね、カプコンさんからアナウンスがありまして、6月4日に大型アップデしますよということになったわけで、まあ、運営さんの方からですね、1日すいません前倒しで、もうやっちゃいますというアナウンスが来まして、まあ、プレイヤーとしてもそっちの方がいいよねと僕は個人的には、思いました。で、まあ、結果ね、そういう風になって、急遽、3日目に全ての組み合わせをやることになりました。これ大変な人はいただろうけどね、佐古さんとかなんか4試合とか残ったりしてたから。まあ僕はそれでも2試合だけだったんで、負担なくできたかなという感じでございます。で、まず1試合目のシュート戦。これはね、いや、シュートね、コンボブレイカーでの試合やった時思ったんだけど、不利を背負ってからの駆け引きっていうのを結構強めに、まあ、少なくとも僕に対してはやってきてて、例えばね、中波動拳っていうのをガードさせた後とか、あとは豪気の前台パンチをガードさせた後。どっちもね、フリーフレームではあるんだけど、まあ微妙な距離で、こっちが立ち台パンとかを打とうとすると、向こうの立ちジャックキックとか、しゃがみ中パンに、やられちゃうようなフレームのところの駆け引きが結構負けちゃったかな。で、そこの対するこっちの準備っていうのは、まあ今思えばちょっと足りてなかったかなっていうのは思いますね。で、そのフリフレをからの暴れっていうのから起点を作られて、そこからね、大ダメージもらったりだとか、端に運ばれて、うまいことやられちゃったかなっていうのが、まあ結構印象に残ってますよね。あそこね、やっぱ剣、かなり考えなきゃいけないところだなと、未だに思ってて。まあまあちょっと練習がさらに必要なところだなと思います。で、シュートに対して、1-3。これでですね、トータルで、3-4に、なってしまい、それでもね、レッドリーグは、鳥飯さんと樋口が勝敗が良かったから、4勝4敗でも全然ある。なんなら、ボンちゃんに 3-0 勝利だったら、なんと3位っていうぐらいの目が残されていた、最後の最後まで楽しめる幸せ者ポジションだったわけであります。で、ボンちゃんに対しても、一個思ったのは、
シュート戦で、そこら辺のフリフレに対してはちゃんとフレームで潰していかないといけないんだなっていう意識をしたのよ。剣豪機っていう組み合わせにおいて。ただ、それがボンちゃんに対しては、ボンちゃんのフリフレパリーラッシュに対して、噛み合わない選択肢になっちゃったよね。確かにボンちゃんに対してもね、マイダイパーナッツとか集中波動の後に、ここはさっきシュートに、人が違うからそれ正しくないっちゃ正しくないんだけど、ちゃんと最速で技を打つっていうことを意識しようと思ってやったら、ボンちゃんにはね、パリーされたりしちゃったんだよね。どういう狙いがあったのかは、本人に聞かないと分かんないですけど、ちょっと気分悪かったよね。あそこでパリーされて。シュート戦の反省を生かしたか、ボン戦の反省じゃなかったから、またさらにそこで変えなきゃいけなかったんだけどね。で、正直、後半の方はかなり動きが悪くなってしまいましたね。SA3 をちゃんと決めれる機会とかも逃しちゃったりだとか。あとはちょっと焦って攻めに転じてしまいましたよね。で、そこボンちゃんにしっかり、待たれて、対応されるという。残念だし、ボンちゃん、いい動きをしてましたね。そんな感じで、ボンさんに対しては、0-3で敗北となってしまいました。はい、そして、レッドディビジョンを通しての結果は、3勝5敗-4というですね、非常に芳しくない結果となってしまいました。9名中6位という結果に、終わってしまい、もちろん、アドバンスディビジョンへの繰り上がりはなしという結果です。正直なところ、すごい自信のあった組み合わせは取って、これどうだろうなっていう組み合わせに関しては、全部負けてしまうという。で、アキ、マノン、剣同キャラもね、結構かなり今自信があったんで、そこに対しては取り切れたけど、ダルシム、キャラでは自信あるけど、トリメスさんどうかなとか。で、ガイル、あと豪輝3人ですよね。で、豪輝3人に対してのこの敗北っていうのは、豪輝戦全体的にはもっともっと磨きをかけないといけないっていうことになりますので、そちらを含めて、またね、見直してやってみるしかないよね。まだまだね、詰め切れてないところやっぱたくさんあるんですよね。で、こういう、ちゃんと事前期間ありのイベントに出るってなると、そういうところを発見して自分のものにするっていうのは、またちょっと時間がかかることもありますので、今回ね、発見するってことは、かなり多くの発見があったと思いますので、時間をかけてね、自分のものにして、また次の結果に活かせればなと思います。そして、レッドディビジョンの上位3名はですね、鳥飯、樋口、ボンちゃんと、なりました。非常にね、レベルの高い、レッドディビジョンだったんですが、この3人なら納得ですよね。皆さん、とても強かったです。で、正直やっぱり次も戦い抜けるっていうのはやっぱ羨ましいよね。またバージョンも、変わって、そこで力試しができるっていうのは、このね、トパンガチャンピオンシップの醍醐味でもあると思うんで、存分に、お楽しみください。で、僕もね、スパーの方、頑張らさせていただきますんで、ぜひぜひ声をかけて、よろしくお願いいたします。で、次回、私の大会予定なんですが、CEO という大会が、6月の13から15でありますので、そちらの方、アメリカのフロリダまで行って、参加してきます。そう、新バージョンでの初めての大会となりますので、なんとかして場に合わせて、頑張っていきたいと思います。挑戦内容これから、見ますんで、非常に楽しみにしております。それでは、本日はこの辺で、また